この動画は日本語と英語の字幕がついているのだ。ブラウザの人は右下から、VR ゴーグルを持っている人は動画の通り設定してみてね。橋でつながっているので、このままロードスターで渡っていけるのだ。ディオ VR ハイパーを使っている人はまだ字幕の対応ができていないので、通常のディオ VR アプリから見てね。春の瀬戸内海、最高。潮の匂い、穏やかな波、どこまでも続く青。でも今回向かってるのはそっちじゃない。今回は新たな視点でお送りするのだ。360度どこでも見られる VR 映像なので、スマホなら傾けるだけ、 PC ならドラッグするだけで好きな方向が見れるのだ。高音質で送ったロードスターの排気音を聞きながら思う存分没入していってほしいのだ。右を見れば絵みたいな海、左を見れば山、あそこに今日の峠がある。今日は5から北へ、広島の山の中へ。今回は5から北に抜ける峠を3本走ってきたのだ。これはその1本目、何が待ってるかって、最後まで見ていけばわかる。続きが気になる人はチャンネル登録していってほしいのだ。ここを右折。さっきまで走ってた幹線道路からたった1回曲がるだけ、それだけで世界が変わる。それが中国地方サバイバル。一気に狭くなったのだ。対向車が来たら終わる、そういうタイプの峠の上りが始まったのだ。ちょっと後ろを見てほしいのだ。前からだと分かりにくいんだけど、後ろから見るとこの道の狭さ伝わるよね。上りの角度もえげつない。1速やか2速か正直悩むレベル。これしばらく続くからじっくり見ていこう。それにしてもこんな道でも住宅街が並んでる。かつてここには40万人が住んでいた。その名残が今もこの山の中に残ってる。そしてこの山の頂上には時期になれば桜で埋まる公園がある。ただの花見スポットじゃない。そこには旧陸軍の遺物が眠っているのだ。軍港の町呉市、その歴史が山の上にまで刻まれてるのだ。ちょっと左を見てみよう。海見えるかな。さっき走ってた道、あの橋もう見えてるのだ。大した距離走ってないよ。なのにもうあそこがはるか下に見える。それだけ一気に標高が上がったってこと。中国地方の峠、侮れない。海が見えるのはここまで。ここから先は本格的なサバイバル区間。落石、倒木、道の崩壊、歩行者、対向車、全部ありうる。全神経を研ぎ澄ませてロードスターを操る、そういう区間が始まるのだ。 VR ならではの話をしよう。前はピラーがあって見づらい部分もある。だから左、右、後ろ、自由に視点を動かしながら一緒に走っていってほしいのだ。こういう山には必ずある。そう、霊園。騒ぎに来たんじゃない。春の瀬戸内海を全世界に紹介しに来たのだ。ふかさないように、眠りから覚めないように静かに駆け抜けるのだ。死者には敬意を、ロードスターには峠を。
この山、実は明治時代から軍に目をつけられていた。1903年、旧陸軍がここに砲台を築いた。面白いのはその目的。海から攻めてくる敵を撃つんじゃない。上陸して背後から呉市を襲ってくる敵を山の上から迎え撃つための砲台だ。海軍の町を陸から守る、そういう発想。その後、太平洋戦争が始まると今度は海軍が引き継いだ。陸軍が作って海軍が使う、なかなか変わった経緯で用途も変わった放射砲陣地に転用されて、空から来る敵を迎え撃つ山になったのだ。もちろん戦時中は一般人の立ち入りが全面禁止。その山が今1200本の桜が咲く花見スポットになっていて、砲台から花見の山へ同じ山とは思えないのだ。砲座の跡、弾薬庫の跡、今も残っていて、春に桜を見ながら足元の歴史に気づく人は少ないのだ。この分岐、直進すると公園につながる。桜の季節ならそっちも最高なんだけど、まだ咲いてない。今回はパス。今回は左折。左折すると何があるって？他の峠がある。ここから先、狭い、暗い、時々道が崩壊してる。こういうところに止まってる車、結構怖い。たまにあるのが、車の中にフツさんが寝てること。さっさと行くのが吉。歩行者あり。今回の車は持ち主が待ってるだけかもしれないのだ。久々の交差点、そして住宅街が広がる。あの狭くて暗いトンネルを抜けたら普通の坂の街が待ってた。今回はここまで。まだまだ続く。中国地方の峠、2本目、3本目、まだあるので、続きが気になる人はチャンネル登録していくのだ。うん。